銃らしきものを背負ってるけど、リボン持ち去ってどうするんだって話じゃん。自分で用意した衣装じゃないでしょ。正論ならペット扱いしてるの。これ気絶させに行く動きじゃないでしょ。些細なきっかけで魔女化するな。知覚してないパターンもあるから。たまに意外モースあるんだよ。全員同じ態度なんじゃない？こいつ自由に動き回れるじゃん。ちょっといい？黒部なのか。情報が全くないね。銃らしきものを背負ってるけど、エマラが振り向くとナノカが立っていた。ナノカは集団で行動せず一人で歩き回っている少女だ。行動は謎に包まれており、おのずとエマたち4人に緊張が走る。なんでしょう？何かお困りごとでしょうか？ラウンジに飾ってあるボウガンが消えていたの。誰かが持ち出したんだと思う。何か動いてるな。今通路にいるでしょ。ラウンジにはボウガンがあるんだよね。みんなが集まった場所だよね。ボウガンあったってことは。なんですって？それって一大事じゃ。ハンナが青ざめ、エマも嫌な予感に鼓動が早まっていた。ボウガン狂気になるのかな。殺傷能力持ってる魔法、全員が持ってるとか限らないから、武器持っといた方がいいか。ボウガンを何のために？一度確認に行こう。5人はゾロゾロとラウンジに入っていく。これボウガンがないね。壁にかけられていたはずのボウガンがなくなっているのを目の当たりにした。本当だ。一体いつから？ボウガン持ち去ったとしてどこに置くんだ？部屋に置けないよね。昨日の日中に見た時はあって、今日見に行ったらなかった。だから昨日の夜だと思う。昨日の夜？部屋に置いてもバレないのはメルルだけだな。それに、昨日なくなったものがもう一つあるの。何がなくなったの？私の紙リボン。どこかに落としたのかもしれなくて、思い当たるところは探し回ったんだけど、見つからない。リボンつけてるように見えないけど、これみんな帽子かぶってない？ナノカは淡々と事実を述べているように見えるが、握りしめている拳がかすかに震えている。あ、もしかして日中に見たナノカちゃんは、リボンを探してたのかな？大切なリボンなのかも。ナノカちゃん、切羽詰まっているように見えた。囚人の中に泥棒がいる。私は許さない。リボン持ち去ってどうするんだって話じゃん。黒い瞳で吐き出された言葉に、エマの背筋がぞくりと凍りつく。自分で用意した衣装じゃないでしょ。そんなに言ってたの？許さないって、何をするつもり？ナノカはさっさと、キビスを返し、ラウンジを出て行ってしまった。ナノカさん、どうしちゃったんでしょう？心配です。あんな状態じゃ、トラブルを起こしそうですわ。気になるよね。ちょっと追いかけてみよう。後ついて大丈夫？エマらがナノカを追いかけていくと、ナノカが2階の娯楽室へと入っていく姿が見えた。エマたちも急いで中に入ると、案の定すでにトラブルが起こっていた。人の顔見ていきなり泥棒ってなんだよ。ふざけてんのかてめえ。今合ってるな。一番信用できないな。ふざけてない。あなたはいかにも何かしそう。信用されてない。そっちこそ、その銃はなんだよ。どこで手に入れた？てめえの方が怪しいだろうが。正論なら、それだけ銃渡されてるから。エマは慌て仲裁のために間に入った。二人とも待って。落ち着いて。うるせえ、引っ込んでろ。アリサは近くにあったチェスタクを蹴った。床に鉄ゴマが散らばる。それからエマを押しのけ、ナノカの胸ぐらを掴んだ。二人は間近でギリギリと睨み合う。あなたは虚勢ばかり。本気で誰かと向き合う気なんてない。強い言葉しか使ってないの。てめえ。振り上げたアリサの拳が震えている。今にも殴り合いが始まりそうなほど空気が張り詰めていた。大変ですわ。暴力沙汰になりますわ。囚人同士の暴力沙汰は、特に何も妨害は入らなそうだな。するとエマの隣にシェリーが立ち、こそっと耳打ちしてきた。どうします？私だったら止められますけど、二人を気絶でもさせますか？選択肢だよね。不穏なことを言ってのけるシェリーにエマは、冗談交じりにシェリーをけしかけた。ブンブンと首を横に振った。基本的に何もアクションを起こさなければ正解ルートだな。シェリーけしかけるか。ペット扱いしてるな。冗談交じりにシェリーをけしかけた。やっちゃって、シェリーちゃん。なんて、もちろん冗談だけど。シェリー大丈夫か？了解でーす。ちょっと待って、シェリーちゃん。冗談なんだってば。シェリー一番武闘派だから、エマの生死が聞こえていないのか、シェリーはアリサとナノカに向かっていく。あなたたち、喧嘩はいけませんよ。笑顔でそう口にしながらシェリーはアリサとナノカに拳を振り下ろした。アリサとナノカがとっさに飛びのき、シェリーの拳が娯楽室の向かいで突きつけられる。いきなり何しやがる？喧嘩を止めようと思いまして。とりあえず、お二人に気絶してもらったら早いかなーと。ふざけないで。むしろ喧嘩売ってるだろうが。二人からなんかヘイト買ってる。当然だがアリサもナノカもおとなしく流れるつもりはないようだ。三人の間に一触即発の空気が流れる。最初に動いたのはシェリーだった。再びアリサとナノカに投げかかっていく。これ気絶させに行く動きじゃないでしょ。牽制になったでしょ。今度はアリサもナノカも応戦の構えを見せる。だがシェリーの動きは二人の反応よりも早かった。気絶させたの？強くねシェリー。シェリーがナノカアリサを殴り倒す。へへん。これで揉め事は軽く収まりましたね。さすがに強すぎない？どこがですの？むしろ暴力沙汰を起こしてますけれど。看守が姿を現してシェリー、アリサ、ナノカを拘束する。三人はそのまま連行されていった。拘束されるの？あら大変。あの3人懲罰房にでも入れられるのかしら。マーゴいたのか？ちょっとエマさん、
あなたのせいで余計まずい状況になっちゃいましたわよ。暴力沙汰は違反行為になるの？そんな、僕はただ冗談のつもりで。2日後、エマはシェリーたちが懲罰棒から解放されるのを待っている。もうそろそろ戻ってくるかな。さあ、そんなのわかりませんわ。これシェリー悪化してそうだな。アンナちゃん、なんだか冷たい気がする。他のみんなも僕を軽蔑しているような。シェリーが魔女化しそう。やっぱり、みんな怒ってるのかな。僕があんなこと言ったから。冗談のつもりで口にした言葉が結果的にシェリーを扇動。事態を悪化させてしまった。そんなエマに不信感を抱いているのかもしれない。エマさん、どうか落ち込まないでください。暗い顔をするエマにメルルは心配げに声をかける。彼女だけは唯一エマと距離を置こうとしない。メルルちゃん、ありがとう。しばらくするとアリサとナノカの二人が姿を現した。どちらも疲弊しているように見える。懲罰棒でひどい仕打ちを受けたのかもしれない。3人が懲罰棒入ったんだ。シェリーさんはどうしたんですの？あいつはえ？多分殺されちまった。なんで殺されたの？殺された？どうして？知るかよ。ただ極長の声が聞こえたんだ。なんで殺された？もうダメそうですね。処分しましょうってな。悪化したから処分した。そんなのってひどい。何がひどいだよ。てめえがあいつを煽ったせいだろうが。あら、元はといえば言い争いを始めたのは誰だったかしら。些細なきっかけで魔女化するな。最初に言いがかりをつけてきたのはこいつだろ。あ、そうだけどな、この喧嘩も。皆さん、どうか落ち着いて。どいつもこいつもいい加減にしやがれですわ。あなたたち全員の責任でしょ。アンナが声を荒げ、テーブルを叩いた。そのまま激高した様子で部屋を出て行こうとする。アンナちゃん、待って。今は話しかけないでくださいまし。アンナはそう言い残して今度こそ出ていく。エマはただ立ち尽くすだけだった。その後罪悪感に苛まれたエマは他の少女たちと距離を置くようになっていった。エリーちゃんが殺されちゃったのは僕のせいだから。なんであんなこと言ったんだろう。これまたエマ自殺するんじゃないか。まずだからか、エマはハンナや他の誰かに話しかけられずにいる。そうやって過ごすうちにエマはどんどん心が疲弊していくようだった。みんなもきっと僕を責めてるんだろうな。さっきも。ラウンジで談笑していた少女たち。しかしエマが姿を現すと、全員が声を潜める。囁き合う少女たちの声と向きられた視線。エマは自分の悪口を言われ、蔑まれているような気分だった。これ、被害妄想してない？エマさん、食事を持ってきました。ここに置いておきますから食べてください。メルルなんでこんな献身的なんだ？どうか元気を出してくださいね。優しく接してくれているように思えるメルルの言葉すら、エマには後ろ向きに聞こえてしまうい。つまでも被害者面するなってことかな。エマはメルルに返事をせず、膝を抱える。メルルは悲しそうな表情で棒の前から立ち去った。辛いな。何もかも。こんな場所にいること、空気の読めない冗談のせいで、シェリーを死に追いやってしまったこと、煽ったから、みんなから蔑まれること。なんかもういいや。疲れちゃった。これ自殺パターンだな。エマは食堂から持ち出したテーブルナイフを手にして喉元を匂いし合ってた。僕が死んだら、誰か少しは悲しんだりしてくれるのかな。バッドエンドだった。田んぼの中、赤い蝶がエマの周りをひらひらと回っていった。赤い蝶？なんだ赤い蝶って初めて出る単語だな。表現か。血流れたから。喧嘩を止めたから死にました。ブンブンと首を横に振った。エマはブンブンと首を横に振った。それじゃ乱闘になっちゃうよ。喧嘩なんてしたら、トラブルを起こしたって言われて、懲罰貿易になるかもしれない。二人ともやめてほしい。いい加減にして。エマが静かに言い放つと、ふとアリサとナノカは何かを恐れたかのように距離を置いた。あら、これね。案外すごいのね、エマちゃん。離れたところでクスッと笑ったのはマーゴだった。娯楽室に最初からいたのだろうか。ソファーに座り傍観者を決め込んでいた様子だ。さっきのバッドエンドで傍観者してたね。泥棒って何のことかは知らないけれど、この牢屋敷で自分の持ち物なんて一つもないでしょ。与えられた衣服だからね。私は誰が何を持ち出しても構わないと思うけれど。新しく支給されるもんね。ナノカの自撮りとした目が今度はマーゴの方へと向けられた。あなたも自分の部屋に色々持ち込んでいる。リボンを盗んでてもおかしくない。持ち込んでるの？いろいろ持ち込んでるのは知ってるんだ。リボン？知らないわ。でも素敵なものだったら自分のものにしてしまうかもね。部屋にいろいろ持ち込んでもいいのか？持ち込むとき絶対バレるよね。あれか、ナノカと同じ部屋だったよね。ナノカとマーゴ同じ部屋だな。だから知ってるのか。返して。今すぐ。私じゃないわよ。多分ね。返して。ああ、もう。リボンなんか持ち込んでも何するんだろうね。しばらく険悪な空気で付き合わされ、時間を食ってしまった。ようやく落ち着いてからエマラのグループはシャワーを浴びに行った。
先ほどのトラブルと今日の走り回った疲れがあってか、地下に戻ってきた頃には全員足元がおぼつかない。一番手前の棒にであるシェリーは早々に中へと入っていった。シェリー一番手前だな。明日筋肉痛になりそう。シャワーだけでなくお風呂に浸かりてえですわ。兵隊にあくびをしているハンナはすでにうつらとしている。エマもつられてあくびし、ぼんやりと通路を歩いていく。自分の棒の前までやってきて、エマもさっさと中に入ろうとした。そこで、誰かが勢いよくぶつかってきて、エマを弾かれ、尻餅をついてしまう。目を白黒させたエマが見上げると、立っていたのはアリサだった。またてめえか。ぼさっとしてんじゃねえぞ。懲罰棒に懲りたのかそんなに反抗してないよね。口だけ悪いけど。ごめん。エマが謝るとアリサはもう一度舌打ちし言ってしまった。自分からぶつかっておいて失礼なやつですわね。大丈夫ですかエマさん。怪我はないですか？うん。平気。よいしょっと。エマは勢いよくつけて立ち上がり、土ぼこりをパンパンと払う。君たち、大丈夫かい？いつの間にか近くにレイヤーが立っていた。全員の視線がレイヤーに集う。全員の視線がレイヤーに集うっていう表現ね。注目浴びさせるような魔法でも使ってんのかな？別に、あなたに気を使ってもらわなくても結構ですわ。それとも、単純にみんなが一斉に見たってだけか。私は君に嫌われるようなことをしただろうか。仲良くやっていきたいんだけど、困ったね。そうだ、これから配信もしようと思っているんだ。よかったら見てほしい。毎日、みんなに気を配ってご苦労なことね。気苦労がないわけじゃないけれど。性格かな。困ったように微笑むレイヤーを前に、ハンナはほっと頬を染めている。レイヤちゃんってやっぱり、魅了の魔法使いじゃん。わかんないね。信用されてないのかな？魔法を明かさないよね。今日の配信は、ココくんやミリアくんに誘われているんだ。きっと賑やかで楽しいものを見せられると思う。こんなところだが、少しでも娯楽を提供できれば。知覚してないパターンもあるか。まあ、見てあげなくもないですわよ。行きましょう、メルルさん。ハンナはメルルの手首をつかみ、逃げるようにズンズンと自分の棒へと走っていってしまった。残されたエマはレイヤーと目が合う。ああ、そうだ。今日医務室に行った時、間違ってアンアンくんのスマホを持ってきてしまったらしい。レイヤーはポケットからゴソゴソとスマホを取り出した。届けてくれると助かる。私はこれから配信の予定があって、申し訳ないんだが。これなんか共犯してない？大丈夫か？アーンのスマホを届けに行けばいいんだね。うん。それくらい全然いいよ。あのさ、レイヤちゃんのやってること、すごく偉いと思う。僕ら、グループは別になっちゃったけど、でも、助け合えたらいいなって思うんだ。グループ別れちゃったんだな。レイヤーは少し驚いた風に目を丸くした。しかしすぐ柔らかい微笑を浮かべる。ありがとう。エマはレイヤーからスマホを受け取り、急ぎ医務室へと向かった。エマちゃんと言葉にして話すようになってるんだ。たまに意外モースあるんだよ。失礼します。夜の医務室はひっそりとしており、エマも自然に声を潜め入室していく。アーンのベッドにエマが近づくと、のそりと起き上がる気配がした。アーンは医務室にずっといるのか？具合悪いからか。城ヶ崎にノアと一緒にいたら、体調悪くするから。アンちゃん、起こしちゃった？今この時間何時だ？何の用だ？レイヤちゃんが日中お見舞いに来たでしょ？その時、スマホを間違えて持って行っちゃったらしくて、届けてほしいって。はい、これ。エマがスマホを差し出すと、アーンはバッと奪い取る。エマは苦笑を漏らした。僕が嫌われてるのか、みんなにこういう態度なのか、どっちなんだろう。全員同じ態度なんじゃない？じゃあ、僕は戻ろうかな。用事は済ませたので、入り口の方へと目を向ける。そこで、アーンの手元のスマホがけたたましい音を立て始めた。聞こえてくるのはどうやらここの声だ。あ、配信が始まったんだ。僕も見なきゃ。沢渡りここ。よく配信してる子だね。エマが少し焦った素振りを見せたことに気づいたのか、アーンは自身のスマホを差し出してきた。これは、一緒に見ていけってことかな。部屋に戻ってみようと思ったけど、アーンちゃんが好意を見せてくれるなんて、めったにないチャンスだ。ありがとう。じゃあ、ここで見せてもらうね。アーンなんかすごいな。エマは遠慮がちにベッドに腰掛け、アーンのスマホを覗き込んだ。画面には3人の少女たちが映っている。やっほー、ココタンだよー。コラボしませんかとか言ってたからか。今日はなんと、芸能人ハスミレイヤとのコラボ実現会だよー。もう一人映ってる。何？しかもこれ娯楽室か？いや、ラウンジか？テンションが高いんだね。おじさんはなんで呼ばれてるのか。この子の死後ずっとおじさんだな。あんたはただの賑やかし、雑魚だし。雑魚。てかおじさんってなんだよ。どう見てもギャルじゃねえかよ。この子ギャルなのか？いや、おじさんはおじさんだから、そういうの慣れてなくて、あんま喋りかけないで。何のために出てんだよ。エマはくすりと笑ってしまう。彼女たちはどうやらラウンジで配信しているらしい。同説数はたった6。ココちゃん、この同説数でよくテンション持つな。はしゃいでるココはレイヤーにゲームでやらせようとする始末だった。このリンゴを投げて、
レイヤにレイピアで受け止めてもらいます。レイピアで、ちょっと、そんなの聞いてないよ。芸をさせようとしてるな。そのためのレイピアじゃないでしょ。いいじゃん、いいじゃん。絶対盛り上がるから。盛り上がるって、見てる人がこれだけじゃ。ザコは黙ってろ。この懇願に負けて結局レイヤーは投げたリンゴをレイピアで受け止める芸をやらされていた。あっさり成功させてしまうところはさすがレイヤーだ。エマもアンアンもすっかり夢中になって配信を見ていた。アンアンは少し不器用なだけだよね。とエマの顔が近いことに気づいたのか、アンアンはプイッとそっぽを向いてしまう。なんか赤らめてなかった今。と。皆さん間もなく就寝時間です。エマ大丈夫かこの時間帯。外出禁止時間となりますので、速やかに房へとお戻りください。配信の途中で極長の通知が入ってしまった。スマホに映るレイヤーは肩をすくめる。今日はこれで時間切れのようだ。みんな、おやすみ。また見てね。拡散宣伝よろしく。コラボ配信終わった？このリンゴはスタッフが美味しく食べるので、ちゃんとしまっておきますね。僕も部屋に戻らなきゃ。じゃあ、見せてくれてありがとね。おやすみ。時間内に房内に入っていないと規則違反になってしまう。エマは慌ただしく医務室を後にした。2つベッドあるから一応1人までは一緒にいられるんでしょ。まあ今はまだ関係ないか。エマは滑り込むように自分の房に入り、数分後には各官房の施錠音が響いた。ギリギリセーフ。ギリギリセーフ。どさりとベッドで倒れ込む。レイヤちゃんたちも走って自分の部屋に駆け込んだだろうな。今日は随分疲れてしまった。エマはすぐに目を閉じ、深い眠りの世界へ落ちていった。早朝、エマは昨晩深く眠ったためか早くに目が覚めていた。ちょっと待って。館内、この間に死んでそうなんだけど、さっきの最後の行為見せたのが死にそうなフラグなんだけど。朝の開場時間とともにエマは伸びをしながら通路の方へと出る。おそらくまだ他の少女たちは眠っているのだろう。地下はしんと静寂で包まれていた。朝散歩でもしようかな。朝の散歩。すると通路先から歩いてきている少女の姿があった。先に起きている人がいる。忍び足でエマの方へと向かってくるのはアンアンだった。M 室、体調不良だから自由に行動できるんだよね。こいつ強すぎない？こいつ自由に動き回れるじゃん。ちゃん、おはよう。早いね。具合はもういいの？これもし殺人事件起きたら魔法全くわかんないぞ。エマの姿を見てアンは嫌そうに眉を潜める。無視を決め込んだのか、エマの横をストールして自分の房へと向かっていく。少しは親しくなれたと思ったんだけど、そんな簡単にはいかないか。これ、ノアちゃん大丈夫かな？アンはうつむき加減に歩いていた。自分の棒の前までやってきてから顔を上げ、そして。アンちゃん大丈夫？アンちゃん大丈夫かな？何これ？色またやばいか。驚愕で目を見開くアンが初めて声を発したことに気を取られてしまい、初めて声出したな。エマは少し遅れて、隣の棒を覗いた。そしてそれを見た。何これ？死んでる？赤い蝶だな。死んでる。なんで死んだの？ノアちゃんなんで死んだの？お絵描きが大好きだった少女、城ヶ崎ノアは死んでいた。好奇心旺盛に世界を見る愛らしかった瞳は眠るように閉じられている。もう二度と何かをつくことない。なんで殺したの？体温や血液を奪われた体は遠きめいていた。それはまるで精巧に作られた人間のようにも見えた。そしてカラースプレーによって真っ白な塗りつぶされたキャンパスには絵が描かれていた。ノア自身から排出された大量の血によって。たくさんの赤い蝶がノアの収容になっている。なんか表現的にあったな。エマが自殺するとき赤い蝶が舞っているみたいな表現あったから、血液が流れてる表現だよね。城ヶ崎ノアが描いた最後の絵、それはあまりに残酷で美しくありえない光景。待って、棒眼あるぞ。棒眼で射抜かれてない。死因棒眼か？これ蝶だな。騒ぎに駆けつけてきた少女たちは壮絶な光景に息を飲み、泣きわめき、震え叫びパニックに陥った。みんな落ち着くんだ。なんでノア死んだんだ？だってノア見なかったらノアだけ生き残ったみたいなバッドエンドあったでしょ。チンスでレイヤもさすがに青ざめている。ノアの棒の扉を開き、中を覗いて痛ましそうに首を振る。ダメだ。死んでる。どうして？最初に起きたのエマだから朝じゃないな。夜の間でしょ。一番怪しいの自由に動けるアンなんだよね。タイミングを見計らったようにスマホの通知音が地下通路に鳴り響く。知らせが入りました。痛ましい殺人事件が発生したようですね。全員に通知されるのか。最初はアンが一番怪しまれそうだけど、誰だろうな殺したの。皆さん今すぐラウンジに集合してください。従わなければ監視が連行しちゃうので。極長のメッセージ通り監視が通路に現れている。エマは思考がまとまらず胸が詰まり息さえもうまくできないでいた。しかし監視の出現で少女たちはのそのそと動き出した。誰も何も言わない。誰の顔にも表情がない。この出来事が少女たちの全てを変えてしまったようだった。魔女図鑑更新。でも魔法判明してるやつから死にそうな感じある。何者かに殺害され、自身の官房の中で発見された。官房で死んだんだ。しかもさ、全員起きなかったんでしょ？官房で死んだのに。悲鳴とかなかったの？ラウンジに募った少女たちは11人。誰もがどこか気まずそうに目を合わせないようにしている。そんな中、エマの隣に立ったのはシマとメリルの2人だった。いつ死んだんだあいつ。扉のオートロック前に殺された。オートロックされたら入れないでしょ？でも棒眼だな。弓矢で撃たれたから、外から撃ち殺せるんだよね。夜に出歩いたやついた？アンが一番怪しすぎるけど、外から殺せるよね。しかも動機にもなってるしな。同じ部屋に
にいるやつが一番怪しいかな。でもまあ、アーンって医務室にいたからそもそもノアがどういう状況なのかもわかんないんだよね。だから、オートロックされる前に殺されたとしても、多分深夜の間に殺されてると思うんだよね。レイヤーとかミリアとかコアとかハンナとか絶対こう通るから、ノアが死んでること絶対気づくんだよね。多分深夜の間に殺されてるはずなんだよね。死体絶対動かないから、夜出歩いてるやつが殺せるんだよ。普通、怪しいけど、他も外出られるんじゃないかな。魔法とか使えたりしたらね。そんな中、エマの隣に立ったのはシェリーとメルの二人だっていうエマことだった。さん大丈夫ですか？今にも倒れそうですけど。ソファーに座った方が。この状況下で心配してくる彼女にエマはなんとか笑顔を作る。大丈夫だよ。ショックなのはみんなきっと同じだろうし。犯人以外は犯人平然としてんの？でも殺人の仕事を得たら性格変わるよね。こんな状況で視野切れるか？作品にのめり込んでいてとてもいいと思います。とりあえず自分が思ったことは話しときたいよね。予想は大事だよね。ミステリー系って大事な考察だから、この段階で考えられる要素あるんだよね。この中にノアちゃんを殺した犯人がいる？そんな、まさか。エマの視線はラウンジにいる全員の様子を伺うようにさまよう。誰もが青ざめ信じられないといった表情だ。犯人なんているわけないよ。エマはまだ信じてないんだね。エマのつぶやきはどこか空虚に響いた。ここで天井近くから羽ばたき音とともに極長が現れる。どこから現れてんだよ。気抜けてんのか？殺人事件起きちゃいましたね。いかにも悪人な声優だからな。今夜魔女裁判を改定します。今日中に魔女裁判を起こすんだ。ここから捜査するよね。今いる囚人の中から必ず殺人犯を特定してください。その者は魔女として処刑するので、死因知りたいな。凶器見つかってないな。やすやすと死なない魔女の活動を確実に沈黙させる方法での処刑です。かなりひどいこととかしちゃうので。処刑方法気になるな。ひどいストレスを与えて魔女にさせるんだよね。また囚人全員への告知ですが、特定ができなかった場合は全員処刑とします。全員処刑する理由がわかんない。簡単に言ってきたあまりにおぞましい宣言に少女たちはざわついた。私としても仕事が増えるんで避けたいんですが、もともと皆さんは危険人物として捉えられているので。処刑って名前にはしてるけど、犯人にストレスを与えて自分の都合のいいように洗脳させるんだよ。慣れの果てが監視になるんだよね。ただ主がいやまあこの牢屋敷側の気持ちとしては、そんなのはあまりにかわいそうだと思っているんですよ。だから投票で確実に魔女を選んでもらって魔女だけを排除しましょう。これ多数決で投票が多い人を選ぶんだよ。全員処刑措置はあくまで魔女を選出できなかった場合にだけ適用します。この場合がわかんない。全員処刑って要は全員を魔女にさせるんでしょ。生き残った魔女をどうするかが気になるんだけど、対魔女と関係あるのかな？頑張って犯人を特定してくださいね。犯人を見つければ生き残れるので、まあ前向きに楽しんでください。あと捜査中に不正がされないように、みだりに遺体に触れたりしないでください。みだりに遺体に触れないでください。そのまま保持しておいてくださいね。証拠隠滅させないようにするルールはあるみたいだね。では捜査お願いします。思惑がわかんない、極長の。どうせ難しいので無理はしないでくださいね。わからなくても皆さんが死ぬだけなので。まあ、極長の存在もわかんないし、何がしたいのかわかんない。昔の監獄島を知ってる人物らしいけど。期限は魔女裁判改定のアナウンスが入るまでです。業務中なら万が一気が向けば質問も答えますね。多分。捜査パートでは質問に答えてくれるんだな。裁判にて誰かを選ばなければいけない。エマは全身の血の気が引いたようだった。今日中に犯人を特定しなきゃ。全員処刑？そんな時間がなさすぎる。いや、それよりもこの中の誰かが殺人を犯してるなんて信じたくない。でも誰かがノアちゃんを殺したんだ。ひどすぎる。許せない。なんでノアちゃん狙われたのかわかんないな。ラウンジ内に気まずい沈黙が落ち着いていた。少女たちはお互いの腹を探り合うのに誰もが視線をさまよわせている。数日間共同生活をしてきた少女たち。マーゴが言っていたようにお互いのことをほとんど知らない。この中で信じ合うことはとても難しい。やがてレイヤが室内の中央に立つ。全員の注目はレイヤへ集まった。こんな事態になってしまい本当に辛いと思うが、私は犯人を特定したいと思う。死んじゃうからね。賛成よ。私も言われない理由で選ばれて死にたくないもの。この発言ができるってなると、こいつ犯人じゃないの。殺人事件の犯人をきちんと魔女として裁いてもらうべきだと思うわ。ああ、みんな同じ気持ちだと思う。時間はあまりない。手分けして捜査を始めよう。5時間でやっと捜査パート来た。出入り口に向かって歩き出すレイヤとマーゴの2人。慌てたのはエマだ。マ
待ってレイヤちゃん。誰が犯人か分かったら、それでその子を処刑させるの？処刑するのは牧長だけどね。俺たちは選ぶだけだから。レイヤーはエマの横をすれ違っていく。その表情は辛そうに歪んでいた。みんなを助けるためだ。疑わしい人物も目星がついている。本当にレイヤーとかも関わってきそうだな。前日ね、レイヤーと配信してたよね。レイヤーとココとミリア配信してたな。アリバイ作りで配信してたの。アクションしてるやつは怪しい。レイヤーの言葉にエマは衝動で立ち尽くす。レイヤーの眼差しはハンナへと向けられていた。当のハンナ。あ？君が、城ヶ崎ノアを殺したんじゃないか。一番ありえないでしょ。なんで敵意持ってるの？まだしっかり調べていないが、あの現場は足跡が残っていなかった。つまり、受ける魔法を持つ者が犯行に及んだんじゃないか。いやでもあれ棒眼で撃ったから足跡関係ないんだよ。遠くから撃ったんだよ。ハンナちゃんが犯人なわけない。そう思うなら、君たちも捜査を進めたまえ。今夜には全てがはっきりする。こいつ棒眼の矢見てないの？立ち去るレイヤーの表情は険しかった。みんなを助けたかったら、誰かを魔女にしなくちゃいけない。だからレイヤちゃんはシビアになってるんだ。物とかじゃなくて魔法を根拠に犯人決めつけてるな。一番根拠にできないでしょ。わかるけど、でも、ハンナちゃんを疑うなんて。それ言うならまずレイヤー魔法を開示しないと信用されないぞ。バーに座っているアーンの隣にはメルルが心配そうに寄り添っている。私、アーンさんを医務室に連れて行きます。アーンさんは、とても操作なんてできる状態じゃ。ノアの死体を最初に見たアーンはショックが大きいのか青ざめて震えていた。そうだね。お願いできると助かる。メルルに支えられアーンたちも出ていった。考えがずれてる気がする。レイヤーが足跡つかないとかで犯人決めつけてるならレイヤー怪しいけどな。残されたのはエマとシェリー、そしてハンナの3人だった。ハンナは唇を噛みうつむいていた。よっぽど悔しいのか涙目になっている。ハンナちゃん。探偵の出番ですね。真犯人を見つけて、ハンナさんの疑いを晴らしましょう。本当に楽観的だな。どんなことでも明るい。シェリーが明るくいい犯だったことでエマはほっと表情を緩ませた。そうだよ、ハンナちゃんは犯人じゃない。時計なんて絶対させない。僕たちで真犯人を探そう。そうね。絶対に犯人を見つけましょう。ハンナはかませだな。泣きそうになっているハンナがようやく顔を上げてくれた。エマたちは勢いづき、城ヶ崎ノア殺人事件の捜査へと乗り出すことになった。オッケー。調べる場所多いな。オラクシス関係あるの？確かに喧嘩してたけど、リボンなくなったとかいろいろ話あったけど、みんながアクションしてるからな。シャワールームも関係あんの？そんなに歩き回る？一番見たいのは殺人現場なんだよね。エマたち一行は何より証拠を得られそうな死体のある現場へと向かった。これ4人で行動してるな。エマの足取りは重たい。ノアの死体を直視したくないという気持ちが大きいのだろう。こんな中、シェリーはスキップしてる。ちょっとあなた。あ、違うわ。神経どうかしてるんじゃありません。よくスキップなんかできますわね。私気遣いの子ですよ。学校でもみんなが避けてるのを察知して距離空けてましたもん。ナチュラルにハブられてません？すごいな。そんなことないですって。みんな、妖精さんって親しみを込めて呼んでくれてました。変人扱いされてる。それ絶対いい意味じゃないですわ。こんな時だけど、ハンナちゃんが少し元気を取り戻してくれてよかった。ちょっと変な行動してた方がみんな距離を置いてくれるから。二人のやりとりを横目にエマはほっとしていた。エマもいじめられてたらしいけど、変な行動しとけばみんな怖がるから。そういえば昨夜、ノアちゃんの部屋付近でアリサちゃんを見かけたよね。ちとアリサ、なんか一悶着あったっけ？とエマが口にしたことでシェリーが興味深げに見るのでした。アリサさんは私と同室です。私たちは一番手前の部屋なので、奥に行く用事でもあったのでしょうか。そんなこと発想しなかった。やばいな、シェリー。奥の部屋なんか用事ないもんね。なんだか慌ててる様子にも見えましたわね。うん。だから僕も変だなって。とっても気になりますね。それはぜひ、アリサさんに話を聞いてみたいです。アリサちゃんが、ノアちゃんを？エマはすぐに首を横に振った。決めつけは良くないよね。できるだけ調査しよう。話しているうちにエマたち一行はノアの棒の前へと前へ戻ってきた。ノアちゃん。調べるためにはしっかりと観察しなければいけない。エマは涙をこらえノアの棒を見た。冷たくなって動かないノアの遺体は棒内の中央に倒れている。遺体触ったらいけないから放置されてるんだ。中に入れないのが辛いですね。とりあえず現場の写真を撮っておきましょうか。なんか入れないんだ。外からしか見れないの。シェリーがスマホを取り出し、棒内の撮影を始めた。こんな残酷なものを撮影しようなんて、よく思いますわね。スマホで撮影してる？捜査の基本ですから。シェリーは胸を張ってからふと思いついたのか、人差し指をピンと立てた。そういえば、私たちチャットアプリのお友達登録していませんでしたよね。初めて聞いたんだけど、配信以外もできるの？このアプリでお友達登録すれば、チャットだけじゃなくて通話も可能になりますし、画像を送り合うこともできるんですよ。共犯で使ったらやばそうだな。そうなんだ。めちゃくちゃコードを合わせやすいね。私たちが普段使っているチャットツールと同じですわね。それなら。慣れた様子でシェリーとハンナが友達登録をさっさと置いてエマの方へと向き直る。どうしよう。やり方がわからない。
僕、もともと持ってた自分のスマホも友達0人だったし。もたつき冷や汗をかきながらシェリーとハンナに教えてもらって、エマはなんとか友達登録を終える。これで私とエマさん、ハンナさんはいつでも連絡が取り合えます。メルルちゃんとも後で繋がっておかなきゃね。この連絡アプリ他の人も気づいて使ったりしてるんだろうね。早速シェリーがエマたちのスマホに画像を送る。なんで果物？このフルーツの写真は？ああ、それは昨日撮ったんです。なんとなく記念になるかなーって。絶対重要でしょ。何の記念ですの？画像のやり取りを終え、3人は実際の死体現場の観察を続ける。さっきの写真絶対重要でしょ。シェリーがスマホの撮影機能を試すために撮影した写真。フルーツの盛り合わせが飾られてる。下の方のフルーツは腐っているようだ。城ヶ崎ノアの死体写真。城ヶ崎ノアの死体を撮影した写真。実質の部屋で仰向けに倒れ、